目標がないことが結構居心地いいのよ、私です。それが習慣になっちゃう。結構悲惨な、何度もの人たち、人を動かすための仕事を戦略、戦術、戦闘って話。ご相談なんですけど、今30歳なんですね、今年。で、20代、正直言って全く頑張ってこなかったんですよ、仕事に対して。で、20代でついた差って取り戻せないのかなっていうところ、ちょっとお聞きしたいんですけど、どうですか？そうですね。取り戻せないことはないですけど、相当頑張らないといけないんですよ。10代の時は基本学校じゃないですか。はい。学校で何を勉強するのかっていうのはちょっと置いといて、習慣づけって大事だなと思うんですよ。だから学校に行くっていうことは、ある程度、テストの点数がどの学校受験でどうするかとか、目標を外的要因で設定されて、目標を設定して、それに向けて頑張る。こういう習慣づけが実は最も大事なことじゃないかなって思うんですよね。学生時代。小学校1年生から大学まで約16年間、そういう環境に置くわけじゃないですか。それは習慣になってるはずなんですよ。一つ、先ほども言いましたけど、目標に関しては、先生とか親とか、ちょっと反強制的に目標を持ってる。今度20代働き出した時に、目標に関しては自己責任。もちろんその営業についてからこの目標を持ったやれとか、サポートしてくれることはあっても、最終最後、本当に自分の責任になるんですね。で、今度それに向かってどう努力するかっていうのを自己責任ということを、この10代で培った習慣を20代でさらに移してやっていかなきゃいけない。この習慣づけがめちゃめちゃ大事だよ。大きくやると当然ながら2つ分かれているんですけど、社会人になったとしても、しっかりとやることを設定して頑張り続けるということを表現していって頑張ってほしいと、ある程度自己責任になっちゃうので、目標がないことが結構居心地いいのよ、私です。それが習慣になっちゃう。いわゆる目標を立てないんですね。今が良ければいいという感覚値を用いて暮らしていく、仕事していく。この習慣はやっぱり染みついちゃうんですよ。ってなったら30代以降結構悲惨な何度もできてるんですよ。20代まではその明確な目標も立てずに、とりあえず目の前の仕事をこなしていこうっていうマインドだったんですね。で、30代から明確な目標を持っていければいいなと思って気づいたら、あ、今年30歳だみたいな。そんな感じだと目標をしっかり持つために努力するっていうことの習慣というか要素が結構大変ですよね。習慣って結構厄介な。ほとんどの人がなかなか変わらないですね。プライやばいですね。なんか20代頑張ってるんですよ。だからそういう意味では20代でついた差を取り戻せるのか戻せないのか、人生の8割方20代をどう過ごすか決まるときに過言ではないかモンジ社長自身がその20代で頑張っておけばよかったなって思うことってありますか？それはないですね。僕20代多分自分での話することがあったけど、僕らの中でやってきたけど、それはないですね。僕自身30歳なんですけど、僕が具体的にこれからどうしていけばいいと思いますか？やっぱり習慣なんで、繰り返し、とにかく目標立って、本当に全力でゴールして達成するっていう習慣づけを、やっぱりどっかになるほど。つけられるように日々過ごしたんですよ。目標を立てて、それを達成するっていう、それの積み重ね。ここで本当にその習慣を取り戻せなかったら、40歳以降、もう結構せっかちなんですよ。悲惨な結果が待ってると。悲惨かどうかわからないですけど、多分昔思い描いてたハッピーな豊かな生活っていうのは、とても難しいでしょう。そしたら30代、40代になってくると、今度どんな仕事の仕方っていうんですかね、をすればいいと思いますか？僕は20代で一番仕事頑張ってるわけですよ。でなんでかっていうと、学習力って絶対に若い方が高いんですよ。学習能力みたいなものと、初めて素直なところって、年齢が若い方が高くて、老化するには下がってくるのが多いです。ということは、能力が高いうちに、いろんなことを経験して学んだわけですよ。例えば40代とか50代で10個のことを覚える、使う労力と、20代の時に10個のことを覚えると使う労力と、圧倒的に20代ですよ。20代の10ですよね。
だって30歳、40歳、50歳、年を重ねるごとに、仕事以外のことをよく考える。家族、親のこと、仕事に本当に集中できる、成長にフォーカスして集中できるのが20代。僕の自分は20代で仕事仕事ができるんです。ここで得た経験が必ず30代、40代に効いてくるんですよ。海外としての経験値とか知識とかで吸収が入るんですよ。そうすると30代、40代って、ここは正直、マネージャー系の仕事にならないといけないんですよ。なぜなら、若干40歳になって家族のことを考えなきゃいけない。親の介護も始めました。こういうことがバックグラウンドである前提で、同じプレイヤーとして25歳の一人もの仕事に全力を注げるプレイヤーだって勝てますよ。なので、20代というプレイヤーとして頑張ったり、経験を積んで、徐々にこう、短期出経シフトしていって、それまで頑張った積み上げた知識や経験、洞察をもとに、どうやって人を動かすかということを、戦いの仕方を変えないと、30代ぐらいからマネージャーとか、起業するようになるんですけど、人を動かす戦いの仕方を変える。戦略、戦術、戦闘みたいな話が下から入るわけですよ。戦闘をひたすら極めます。徐々に戦術を考える側に回ります。戦闘に対しては自分のリソースめっちゃ使うんです。戦術については時間を使いながら頭を使っています。完璧に最後、頭を使うしかない。ここは戦闘なの時間を使って、ずっと戦闘し続けてたら、時間のリソースを割く配分が変わるので、仕事の成果を出しにくい。いう声がないとか、これ持ち上げなきゃいけないからね。20代の人たちは戦闘頑張って、30代は戦術、極める。この人は戦略を。そういうふうなのは理想なんです。サッカーと似てるかもしれないですね。そうだと思います。20代だったら、プレイヤーとして変わるんですよ。コーチとか監督をちょっと頭に入れながら動いていく。で、40代でコーチや監督の経験を積んで、場合によっては50代でそれも経営の解説者になる。なんですそういうのがやっぱり理想じゃないですか。このチャンネルではビジネスに役立ちそうな知識、組織論など、ビジネスマンに役立ちそうなことをいっぱい配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そして最後にこの動画もいいねを押していただけると大変嬉しいです。ありがとうございました。